どうも、あつしです。今回は膝車について解説をします。それでは早速始めます。では膝車という技はこんな感じが膝車。基本的な膝車のかけ方が、相手を前に引っ張り出して相手の出てこようとする足を膝のあたりに足を置いて、そこから投げるっていうのが膝車と。以前支え釣り込み足っていうのを紹介したんですけど、支え釣り込み足は足首のところを支えて投げると。膝車は相手のこの膝のあたりに足を当てて、そこから投げると膝車っていう名前になります。今回はその膝車について解説します。基本的な入り方は前さばきで相手に近づく。でここで相手に近づきすぎてしまうと、膝に足を当てようとすると曲がってしまうので、近づく場合は支え釣り込み足とか当てる場所を変えると。相手よりもちょっと距離を取る。一歩よりも半歩踏み込むような感じで足を踏み込んで、そこで相手をぐっと引き出す。で引き出して相手の足が体重がかかったのをさらに膝のあたりを自分の足の裏で支えると。押さえつけて、でここから手の動作を使って投げるというのが膝車の基本的なやり方。相手に近づきすぎずに足を置くと。でその時にちょっと前さばきっていうか足を横にずらすと。置いた足をちょっと横に向けるようにして入って、でそこから引き出して、でちょうど膝のあたりに自分の足の裏が当たるように押し当てて、でさらに引き出して、でそこから手の操作で投げると。では引き手をぐっと引いて釣り手を押し出すような感じ。ハンドルの動作、ハンドルっていうか、引き手はぐっとこちら側に回すというよりも下に下げるようなイメージで下げて押し出すような感じにすると、相手を回転させて投げることができるというのが膝車の基本的な入り方で、実践的に入る時には、当然今みたいにグッと入るんだけども、どちらかというと相手を横に振り回す、遠心力というか横に回して足を支えてあげるというようなやり方が一般的なかけ方なので、だから先ほどのこの踏み込む足と同時に相手をちょっと横にぐっと大きく動かす。その時に引き手と釣り手を使って相手をぐっと回してあげると。そうすると足に重心が乗ると。でそこから動かないようにしてかけてあげると実践的に投げやすくなるかと思います。最初の崩しというか、大きく踏み込むっていうんですかね、この動作をして、でそこと一緒に手をぐっと引き出すと投げやすくなる。大きく相手を振り回すようにして投げるというところを意識してもらえるとかけやすい。そのあたりを気をつけてやってください。あとは実践的なことで言うと、これもフェイント、外刈りに行くふりをして反対の膝車をかけると。大外刈りも相手と近い位置にぐっと踏み込むよりもちょっと外側にぐっと踏み込むような感じにして、相手が反応した瞬間にぐっとかけてあげると。でこの時に膝の前というよりもちょっと膝の後ろあたりをこういう感じで止めてあげると、相手が横に移動した時に足をそれでしっかりと支えるというか押さえて動かさなくできるので、反対側に振る時には相手の足の膝の前に当てるというよりも外側に自分の足をかける、そんな感じでやってもらえると投げやすくなるかと思います。そのあたりも気をつけてやると。であと、もう一点、膝に足をかけるっていうところを説明しましたけども、ちょっとコツというか、当てるだけじゃなくてちょっと膝をグッと曲げてあげるっていうんですかね。グッと曲げてあげる。曲げてあげてグッとやると
膝を曲げておくと、ここで膝がロックするというか、ぐっとこう膝が入るような感じになると、相手は足を動かすというか逃げるというかことがちょっと難しいので、ここでぐっと回らざるを得ないというかね、こう膝がちょっと内側に入っているので、このまんま体がひねって投げることができるの。遠心力でぐっと投げる方法もありますけど、ここでぐっとこうちょっと膝を曲げさせるような感じで自分の足を当てることをしてあげて、あとはこう手の操作でひねってあげると投げることができます。そのあたりを気をつけてやってみてください。膝車のやり方、実践的なやり方と基本的なやり方を説明しました。遠心力を使って投げたりとか、あとは足の使い方、膝の真ん前に当てるっていうよりも外側に当てるとか内側に入れるとかっていう足の使い方を工夫していただけるとかかりやすくなるかと思います。そのあたりを気をつけて練習してください。今回は膝車について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。以前支え釣り込み足動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。